思考実験シリーズ。今回は、アメリカの理論物理学者ウィリアム・ニューカムが1960年に発表した、ニューカムのパラドックスという思考実験を紹介するよ。この思考実験は、後に哲学者ロバート・ノージックや多くのゲーム理論の研究者や、シミュレーション科学の研究者も取り上げて、様々な議論を生んでいる。結構、幅広い分野で話題になったんだね。じゃあ早速、紹介していくね。あなたは、2つの箱が用意された部屋にいます。A の箱は、透明で1000ドルが入っている。B の箱は、中身が見えなくなっていて、100万ドルが入っているか、何も入っていないかのどちらかです。あなたには、これから選択肢1、箱 A と箱 B の中身両方をもらうか、選択肢2、箱 B の中身だけをもらうかを選択する権利が与えられています。あなたは、どちらを選びますか？選択肢1の両方もらう方がお得じゃん。100万ドルは当たるかわからないけど、少なくとも1000ドルは持って帰れるし。ただ、条件があるんだ。この実験には、全知の予測者が参加している。全知の予測者は、あなたがどちらを選択するかを知っている。予測者が、あなたが、選択肢1の箱 A と箱 B の中身両方をもらうを選択すると予測した場合、箱 B の中身を空にしておく。そして、選択肢2の箱 B の中身だけをもらうを選択すると予測した場合、箱 B に100万ドルを入れておく。さあ、どちらを選びますか？自分の選択を完全に予測する全知の予測者がいるんでしょ？今度は、B を選んだ方がいい気がしてきた。ただ、両方選べば1000ドルも確実にもらえるのか。悩む。ダメ元で聞くけど、テレフォン使っていい？いいでしょう。マリサさんは、ここでテレフォンを選択。さあ誰に電話をかけますか？考案者のウィリアム・ニューカムさんで。わかりました。賢明な選択です。もしもし、ニューカムさんのお宅ですか？はい、私ですが。レイムンタです。今、マリサさんは、100万ドルの問題に挑戦されています。外せば、たった1000ドルか。はたまた、何も持たずに帰ることになるでしょう。どうか、あなたの答えをマリサさんに教えてあげてください。私は、選択肢2の箱 B だけを選ぶべきだと考える。私はこの思考実験をゲーム理論について考察するために考えついたんだ。チキンレースというゲームをマリサは知っているかい？全力でアクセルを踏んで壁に向かって走るアメリカのヤングたちを熱狂させた度胸試しさ。相手より早く、ブレーキを踏めば負けだ。しかし、ブレーキをかけなければ地獄が待っている。全知の予測者は、このゲームでも最強な気がするだろう？しかし、私が考えるところ、事態はそれほど単純でもないんだ。条件次第で、全知というのは最弱にもなり得るんだ。なぜなら、相手は自分がブレーキをかけるタイミングを予測者が知っているという前提で、ギリギリのタイミングを自由に選ぶことができるからね。さらに面白いことに、ニューカムさん時間が。この問題は、国際政治における最強の諜報機関の存在に疑問を投げかける。相手国の情報を全て知った場合、それは時に、外交において、相手国の意思決定に合わせて、自分たちのこれからの戦略を決めるということにもなりかねない。まあ相手もバカではない。この想定は、最強の諜報機関と最弱の諜報機関という組み合わせでしか成立し得ないからね。では現実ではどうなのか、面白い事例がある。まず、我が国のキューバ危機を、この理論に当てはめて分析してみようか。おっと、残念ここで、時間終了です。続きは歴史解説系 YouTuber さんの動画を見ていただくとして、マリサさんどうしますか？ニューカムさんは、選択肢2の箱 B だけを選ぶべきだと言ってたけどいいのかな？じゃあ選択肢2で。ファイナルアンサー？ちょっと待って。オーディエンスで。おっとオーディエンス。マリサさん、賢明な判断です。では、会場にお集まりの3万人の皆さん、正解だと思う答えをマリサさんに教えてあげてください。そんなのあり？おっと、少し、選択肢2が多いか？しかし、僅差だ。これはきついね。まあ選択肢2の方が少し良さそうな気がするけど。実際、この思考実験が登場してから、50年以上にわたって、様々な専門の研究者たちの間でも議論が続いている。そして、それぞれが納得のいく根拠を挙げているんだ。今回は、代表的な理論を2つ紹介しよう。
まずは、哲学者ロバート・ノージックが1969年の論文の中で、指摘したゲーム理論の中で、長いこと両立すると考えられてきた、期待効用原理と戦略的優越の原理という、二つの原理が対立するという議論を見ていこう。なんか、ノージックさんはこのチャンネルの準レギュラー化してきてるね。そうだね。本当に色々な分野で論文を書いていて、凄すぎるよ。ノージックがこの論文の中で、ゲーム理論の中で本来両立するはずの二つの原理が、対立することを、指摘したことから、ニューカムの思考実験は、ニューカムのパラドックスとして、広い分野の研究者の注目を集めるようになっていくんだ。ちなみに、ノージック自身は、選択肢1、箱 A と箱 B 両方を選べという立場だよ。ノージックが、ニューカムの思考実験において両立し得ないと考える原理の一つ目は、期待効用の原理と呼ばれるものだ。これは、戦略の選択肢の利得を合計し、利得の期待値が大きい方を選ぶべきであるという原理だ。そして、もう一つの戦略的優越の原理は、ある戦略が別の戦略より、どんな場合も優れているならば、その戦略が、もう一つの戦略より優越している、という原理なんだ。通常、この二つの原理は両立するはずだが、ニューカムの思考実験に当てはめると面白いことが起きる。まず、期待効用から見ていこう。選択肢1の期待効用は100万2000ドル。選択肢2は100万ドルとなる。よって、期待効用の原理により、選択肢1を選ぶべきとなる。次に、戦略的優越の原理を当てはめてみると、選択肢1は、箱 A と箱 B を選ぶ。選択肢2は箱 B だけを選ぶというものだから、箱 A の1000ドルの獲得は確定しているので、どんな場合でも、選択肢1を選ぶ方が優越であるということが導ける。こういう場合に、選択肢1が戦略的に優越しているんだね。これは、選択肢1には、選択肢2の全ての可能性が含まれていると言い換えても良いね。このように、期待効用の原理と戦略的優越の原理に基づく最善戦略は、選択肢1で両立するはずなんだ。しかし、今回は、全知な予測者がおり、マリサの実際の選択を予測し、選択肢2を選んだ場合のみ、箱 B に、100万ドルを入れておくから、戦略的優越の原理の結果が変わってしまう。つまり、選択肢2を選ばなければ、100万ドルを入手することはできないんだ。このことから、本来、両立するはずの期待効用の原理に基づく戦略と、戦略的優越の原理に基づく戦略が、両立しなくなるというパラドックスが生じるとノージックは考えている。なるほど、奇妙だね。ノージックはこのことから、戦略的優越の原理が有効に使えるのは、実際の選択が結果の条件に影響を与えない場合だけであると考える。そして、ニューカムの思考実験では、選択が、結果の条件に影響を与える通常とは、逆の因果関係が生じており、それがパラドックスを引き起こしていると分析している。じゃあ、やっぱり、この場合、選択肢2の箱 B だけを選ぶのが最善なんじゃない？いや、ノージックはこの場合でも、選択肢1の箱 A と箱 B の両方を選ぶべきだと主張している。ノージックは、選択が結果条件に影響を与えるので、選択自体を変えるのは、喉がよく渇くのは糖尿病の症状だ。だから、水を飲む頻度を減らそう、という行動と同じであるという。この場合、水を頻繁に飲むのをやめる、つまり選択自体を変えるのは、治療方法、結果の改変ではない。そうだね。病気の症状だもんね。水を頻繁に飲むのは、原因ではなく、病気の確認例になるに過ぎないんだ。このことから、ノージックは、全知の測定者がいても、いなくても、当初の戦略的優越の原理に従い、選択肢2の箱 A と箱 B の両方を選ぶべきであると主張するんだ。なるほどね。次に、ノージックとは全く別の角度から、ニューカムの思考実験を分析した研究として、マーティン・ガードナーによる分析を見ていこう。ガードナーは、そもそも全知の予測者は可能かという問いを立てる。そして、ニューカムの思考実験は、予測というものに対する誤解に基づいていると考えるんだ。ガードナーによれば、私たちが予測を行う際に用いることができる方法は2種類に分かれる。一つは、予測しやすい現象に使える近道法によるもの。そして、二つ目は予測しにくい複雑な現象を扱うシミュレーションによるものだよ。順番に見ていこう。まず、近道法による方法とは、例えば今日から100日後は何曜日かを予測する場合を例に考えてみよう。これは、カレンダーを用意して、実際に数えていく方法もあるけれど、より効率的な手順によって予測することが可能な現象なんだ。その方法とは、まず日数の100を7で割って、余りを取る。次に、今日の曜日から、余りの日数を進めた曜日を調べれば、それが答えになる。例えば、今日が日曜日なら、100日後は、水曜日だね。
カレンダーを実際に数えていく実測による方法に比べて、近道ができるから、近道法と呼ばれる。それに、10万日後は何曜日かという問題にも対応できるのが利点だね。便利だね。ただ、近道法は、曜日のように、規則性のある現象の予測には有効なんだけど、例えば天気予報みたいに、不確定な要素や確率的な要素を含む複雑な現象を予測できないという難点も持っているんだ。そこで用いられるのが、シミュレーションによる予測という方法なんだ。最近だと、スーパーコンピューターの富岳が話題になったけれど、天気予報では、人工衛星で集めたデータをもとに、こういったスパコンでシミュレーションをして、現象を予測しているんだ。なるほどね。ただ、この方法にも難点がある。シミュレーションは、どれほど精度を上げても、その現象自体にはならないという点だ。もし、地球の全体的な現象をシミュレーションしたい場合は、地球そのものを作らない限り、その現象を完全に予測できないんだ。なるほど、全知の予測者は私のクローンを作らないと私の選択を知ることができないんだね。そして、もし仮に今のマリサを完全にコピーしたクローンが作れたとしても、カオス理論に基づく困難が待ち構えているんだ。カオス理論？バタフライエフェクトの話を聞いたことがある人もいるかもしれないけど、この話は、ブラジルの一匹の蝶の羽ばたきが原因となって、テキサスで竜巻を引き起こすこともあるかもしれないという、カオス理論とか、複雑系と呼ばれる議論の特徴を表している。つまり、マリサの精神状態のような非常に複雑な現象では、たとえ正確なコピーが作れたとしても、初期値の小さな違いで、予測の結果が大きく違うものになってしまうんだ。なるほどね。確かに私のクローンを作ったとしても、今私が立っている同じ場所に、同時に立ったりできないしね。そんな微細な違いでも大きな違いになってしまうんだ。まとめると、選択者の選択を予測するには、近道法のような規則性に基づく方法を用いることはできない。選択者の選択を予測するシミュレーションを行うために、選択者そのもののクローンを作ったとしても、カオス理論により、初期値の微細な違いがあれば、選択者の選択を正確に予測することはできない。ちなみに、ここでいうカオスとは、量子力学における量子的不確定性とは別物のことだよ。だから実際に、マリサをシミュレーションしようとすると、カオス理論に基づく影響に、量子的不確定性が加わって、さらに予測が難しくなるんだ。そして、そこから、故に全知の予測者は不可能であるという結論をガードナーは導き出すんだ。なんかほっとしたかも。これが本当ならアニメのサイコパスみたいに、犯罪をする前に撃たれるみたいな世界にならなくて済むね。ニューカムの思考実験は、これ以外にも色々とユニークな議論を生み出しているから、いくつか紹介していくね。まず、全知の予測者の意図、選択者の価値観などによる結果の変化があり得るのではという疑問がある。例えば、全知の予測者が、マリサが100万ドルを恵まれない子供たちのために寄付する未来だったり、未来の願望を察知したら、ルールを変更して、たとえマリサが選択肢1の箱 A と箱 B を両方もらう方を選んでも、箱 B を空にしないで、100万ドルを入れておくかもしれない。確かに、全知の予測者が、どういう意図を持っているのかによって結果も変わりそうだね。そして、マリサが100万ドルなんて大金いらない。1000ドルを確実にもらって、旅行にでも行こうという、価値観の持ち主だったらどうだろう。確実に1000ドルがもらえる選択肢1を選んでしまいそうだよね。確かに、選択者が、獲得額を最大にすることを目的に振る舞うという予測と違うもんね。そして、ニューカムの思考実験は自由意志と決定論に関する議論にも、新たな視点を与えてくれている。よくある自由意志と決定論の議論は、私たちが脳を含め、決定論的な物理的因果関係に支配されているなら、自由意志は存在し得るかという形で行われるけど、ニューカムの思考実験は、私たちの自由意志が、物理的因果関係に支配された決定論に基づくことは、実は大きな問題ではないということを明らかにしてくれる。自由意志が危険にさらされるのは、全知の観測者のような存在によって自分の未来を知った時に、現在の行動を、未来の自分に合わせて選択せざるを得なくなる時なんだ。つまり、ニューカムの思考実験は、タイムパラドックスが、タイムスリップなしで起こっている状態とも言えるね。自由意志の議論とまでは言えないけど、自分の将来とか老後の姿を想像して、あえて自分が今やりたいことを我慢したりする時も同じような感覚がある気がするよ。マリサが言ったような部分で言うと、ゲーム理論の将来設計への応用だったり、投資戦略への応用にも、似た議論があるね。そういう部分にも、今回のニューカムのパラドックスは関わってくると思うよ。なるほど。ニューカムのパラドックスは、ゲーム理論から、シミュレーションやカオス、自由意志論まで、すごく広い分野で議論されているんだね。
他にも様々な分野の研究があるから、ぜひ、興味を持った方は他の分野の議論も調べてみてね。最後に、今回紹介した議論の参考文献を紹介しておくね。ロバート・ノージックの論文は、PDF 版がダウンロードできるので、ぜひ読んでみてね。ガードナーの論文は、サイエンティフィック・アメリカンに載ったもので、大学図書館の論文サービスなどが利用できないとちょっと入手は大変かもしれない。おすすめは、最後のウィリアム・パウンドストーンのパラドックス大全だね。今回のニューカムのパラドックス以外にも、色々なパラドックスが紹介されていて、翻訳もあるので、ぜひ気になった人は読んでみてください。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。